ンドゾーン2。ゴリゴリ減っていく備蓄に怯えながらも干ばつを乗り越え新たな発展を遂げた我らが白霊号。だが安穏無事な暮らしは訪れず、今度は放射線が、防護マスク早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞー。防護服は 20%、村人よこれでなんとか耐え切ってくれ。レンガ工場横の植林した木が成長しました。数日で森林になるやべえ木、繁殖力が半端ねえぜ。ここで石炭にしてレンガ工場に供給っと。細かい効率アップ入りまーす。有害な雨の降る深夜作業で、壊れた橋の修理が完了。週末廃品回収業者の回収エリアが、北西方向にも拡張でございます。レンガの大量生産も進み色々研究可能。お次はアップグレードした食料倉庫研究。保管量を増やして食料難に備えるぜ。沼地で生産したハーブの在庫が溜まってきたので、薬局という名の調剤条件成立。ハーブとプラスチックを使ってワクチンが作れるぜ。気がついたら白霊号の総人口が100人を突破して110人に到達。信頼は 28% です。お前嫌われてるな。もう少しオブラートに包んだ言い方で言ってよ。すまん、前回ばあさんのクエスト無視した影響かな？放射能の影響でもなさそうだし取り魔放置で。入植者の放射能汚染もまだ 0% みたいだしな。直ちに影響はなーい。体調が悪くなっても大丈夫、ワクチンも作ってます。放射能汚染には効かなそう。プラシーボ効果に期待。おい。しまった粘土の在庫がなくなった。レンガ欲しさに職人の人員配置をミスったな。レンガ職人解雇、粘土採掘工を増員じゃー。職業選択の自由はない。さあ次の職場へ行け。さらなる人口増加に耐えれるように、ギリギリの範囲で漁場を建設。有害な雨で育った魚をご賞味あれ。汚染とかはされてないみたいだから大丈夫、多分。てか有毒な雨もあと1分切ったけど何の影響もないね。拾ったゴム手袋も追加で渡したけど、健康被害もないしビビりすぎの取り越し苦労だったな。直ちに影響はなーい。だな。で何も被害なく汚染された雨が過ぎ去ったと思ったら、疫病が発生しました。一難去ってまた一難。なんてこった。建物の上にウイルスっぽいアイコンが出てるぞ。生産施設の効率が落ちます。入植者が病気で亡くなることもあります。ふむ生産力が落ちて村人も減ってく感じと。4分くらいで終わるらしいがどうなることやら。ご安心ください。白霊号には薬局がございまーす。薬局のおばさんも病気だけどな。頼りなし。ワクチンの在庫はいっぱいあるしなんとかなるかな。さて研究は進みお次はアップグレードした資材倉庫。置ける、資材、いっぱい。アップグレードできるようになった食料倉庫をアップグレードだー。って鉄がなくてできません。ダメじゃねえか。少しなら拾ってこれるけど、がっつりやるには鉄鋼用を始めなきゃ。まだ鉄鉱石すら見つかってねえよ。貯水場のアップグレも鉄必要だしこりゃ困った。ご家庭でご不要になった鉄をよこしやがれー。バストバギーでオタク訪問。2台で進むと収納力増えて助かるー。このまま探索も続けてやそのうち鉄鉱脈も見つかるかな。鉄の鉱脈の前に無限に粘土が生えてくる採掘現場を発見。粘土採掘場か、早速遠征調査開始だぜ。おっとクレーンの操縦台なるものを発見。方法まだ使えるみたいだな。これで埋まってる部分を掘り起こせば粘土が掘れるようになるのかも。でも UFO キャッチャーでいう先端の掴む部分がついてないぞ。あ、これかな？それだ。工具8個で取り付け完了。私玉掛けの資格持ってないけどいいのかな？知らん。それでは改めてクレーン操縦、ゴミをどかすぞー。無資格クレーン運転士霊夢の技量、ご承覧あれ。見よこの完璧な仕事ぶりを。すげえなどかした土はどこに行ったんだ？異空間さ。重機の扱いうますぎだな。作業確認問題なーし、エクセレント。これで無限粘土が利用できるようになったぜ。防護服がありません。お、ばあさんクエ発生か。人が増える速さに生産速度が間に合ってないだけだからほっときゃ勝手に終わるかな？これ在庫10個ストックでクリアか？作ったそばから奪い合いだから失敗するかも。ってちょっと待てー。この前に見たことあるアイコンは、道路に置かれた死体、11。ギャー、道端に人が倒れてるー。なんてこった、ワクチン製造施設の隣でお亡くなり。村の至るところにご遺体が疫病蔓延パンデミック。ワクチンの在庫はいっぱいあるのになんで。あ、薬剤師がお亡くなりで配布止まってんぞ。レンガ職人の君、今日から薬局で働いて、無茶ぶりが過ぎる。レンガ製造の経験を活かし、その手腕でこのパンデミックを解決するのだ。薬の種類はわかりませんが頑張って配ります。こら。
保護マスクを生産する資源があります。シフトを増やしてもっとマスクを生産してください。ばあさんから追加くえ。何が生産資源はあるだ。肥沃な土地がないから布の原料すら作れないよ。貴様の神聖謎却下だ。うちのレイムさんは老人に当たりが強い。拾った布地は150枚あるけどこれ終わったらどうしよう。早いとこ肥沃な土地を見つけて、繊維の栽培しないとやばいかもしれんな。道路に置かれた死体が21体に増えました。こらレンガ薬剤師。僕ちゃんと配ったよ。どうやらちゃんとワクチン配ってても疫病止まらんらしいな。労働者がもりもり減ってくから人員も再配置せねば。水の貯水量と限りになってんな。人が減るというのなら増やすまでよ。レンガを使ってテントを小屋に、アップグレード。この村の住民は好きあらばちょめってすぐ子供増やすからな。疫病の感染より早く増殖するのだ。労働力を絶やすな。粘土採掘場を復興させたバギーをさらに進めるとそこには、新たなゾーンが見つかりました。大北西のエリアで初めてのゾーン発見だ。しかも資源が鉄鉱石と肥沃な土壌。今まさに両方とも必要としてるやつだ。水も木も生えてて最高だけどいかんせん。狭い。面積白霊号の3分の1もなさそうだ。でやっと疫病が収束を置く。まだ遺体が転がってる状態だが、とりあえずこれ以上被害は拡大しないで済みそうだな。疫病発生時の大人が92人で今81人、労働者の減少は10人程度で済んだね。かなりの人数やられたが成長した子供の穴埋めでなんとかなりそうだな。で今更ながら桟橋と井戸で水の生産量が全然違うと気づく。桟橋が5人で1分135だから1人27、井戸が18で桟橋の方が 1.5 倍強いな。普段は井戸止めよ。だな。重要な資源あるし、新しいセクターに私の開拓村を作ろうぜ。まだ基金の復興できてないから却下。探索したらもっといいセクターあるかもしれないし。おっと研究忘れてた。お次は市場をアンロック。ご近所の満足度アップの施設。ではレンガを使ってテントをアップグレード。さあ行くぞ。村人ニョッキニョキ。村人ニョッキニョキ。埋めよ、増えよ。地に道よ。これで総人口は150人くらいに増えるかな？新たなゾーンが見つかりました。今度はかなり大きいゾーンだ。私の町候補地発見。木は生えてないみたい。資源はどんな感じかな？これは鉄ってよく見たら要素だ。土地も沼地だし白霊号と被ってる。いらねえ。狭いけど資源的には圧倒的にこっちだな。まあもう少し鉄鉱石探してみましょ。そしてバギーで失踪。北西の先端まで突っ走った。廃品回収そっちのけでドライブしてんじゃねえよ。いやー簡単に次のセクターが見つかるかと思ったんだけど意外と見つからんかった。もうちょいじっくり周囲をくまなく探そうぜ。で翌日の開村10日目。新たなゾーンが見つかりました。さあ今度はどんな資源があるかな？このセクター水がないんですけど、井戸で暮らせというのか。鉄鉱石と肥沃な土壌はあるけど土地も狭い。それじゃ最初のこっちのセクターの方がマシだな。雨水集水装置みたいのがあれば話は別かもだけど、今は作れないし開拓するならこっちかな？だな。いつまで経っても活性炭マスクの在庫が増えぬ。総人口がしれっと150人になってやがる。人口の増加に生産量が全然追いついてないな。やべ工具の在庫もなくなってる。工具がなくなると漁師が仕事できないから、食料枯渇で滅亡するのでマジ気をつけなきゃ。工具工場増築だ。拾った在庫も使い切りセーフ。セクターが増えれば片方滅亡しても復興できるが、今ミスったら完全終了だから気をつけろよ。さて鉄の採取のため鉄採掘場の研究を開始。鉄の工具なんかもあるからこれで工具問題も解決できるかな？これで鉄が掘り出せるぜ。よし大人15人を乗せて新たなセクターに乗り込むぞー。物資の積み忘れに気をつけろ。足りなかったら現地調達だぞ。食料工具にスクラップ、準備は万端、出発だー。意外関新天地、私自ら陣頭指揮を取り、白霊号みたいな田舎と違う、立派な摩天楼を築いてみせるぜ。田舎とは失敬な。白霊号では手掘りしてる粘土もこっちじゃオートマチックで取れる、金の匂いがプンプンするぜ。鉄の研究が完了、この地で鉄鋼業で人財産稼いでやるぜ。見え切ってるけど大丈夫？狭いから意外と苦しい生活になるかもよ。溢れんばかりの資源がある、なんとでもなるぜ。ここに新たな入植地を建設だー。初期支援はするからこっちが困った時はちゃんと助けてね。任せろ。方法資源の分布はこんな感じか。鉄鉱石と肥沃な土壌が近いここにタウンセンターを建設だ。湖も近いし水も汲めるし魚も取れる。序盤の立ち上げは割と楽にできるかな？
生活に必要な施設は大体わかってる。一気にダーッと建てちまおう。木材はちょっと足りないか、まあ近場で拾って運んでくるよ。頼んだぜ。入植地のカラーは黄色、アイコンはビル群。今日からこの地はマリサーヒルズだ。いつかリンゴの会社が入るような、立派なビルが建ったりするかな？目指せヒルズ族。では白霊号は開村10日目に入り、新たにマリサーヒルズが開村したところで今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。励みになります。放射線と疫病に襲われるもなんとか生き残った白霊号、そしてマリサーヒルズ開発も始まった。我々はこの週末世界で繁栄を手に入れることができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。